たまや、今日はなんでこんなに前を塞ぐんや。今日はどうしても病院に行かなあかんのに。雪の積もった古い木の橋の前で、一匹の猫が道を塞ぐように寝転んでいました。何度呼んでも、何度抱き上げようとしても、その猫は決してどこうとしません。そして次の瞬間、バキッ、大きな音とともに、橋の片側が崩れ落ちたのです。もしあのままおばあちゃんが一歩踏み出していたら、その日、小さな命が止めたのは、たった一歩ではありませんでした。それはおばあちゃんの人生そのものだったのです。山あいの雪深い小さな村。バスは一日に数もとしか来ず、町へ出るには古い木の橋を渡るしかありませんでした。春も夏も秋も冬も、その橋は村の人たちにとってたった一つの命綱でした。その村の外れに古い木造の家がポツンと一軒、そこに一人のおばあちゃんが暮らしていました。たまはもう猫じゃないよ。あの家のもう一人の家族だね。ほんまやね。その通りやわ。けれど、本当に一人ではありませんでした。おばあちゃんのそばにはいつも一匹の猫がいたのです。名前はタマ。白と茶色の毛が混じった少し小柄な猫でした。村の人たちはよく笑ってこう言いました。タマはもう猫じゃないよ。あの家のもう一人の家族だね。その言葉は決して大げさではありませんでした。二人は本当に家族のように暮らしていたのです。タマと出会ったのは3年前の初雪の日でした。納屋の後ろでかすかな鳴き声が聞こえたのです。見に行くと雪に濡れながら震える小さな子猫がいました。おばあちゃんは急いで家の中へ連れて帰り、古い手ぬぐいで体を拭いてやりました。そして味噌汁の残りにご飯を入れて、小さなお椀によそって、そっと置いたのです。寒かったね。もう大丈夫だよ。その日からタマはずっとおばあちゃんのそばで暮らすようになりました。たまや、よう眠れたかい？夢見れたかい？朝になればタマは玄関で待っていました。おばあちゃんが戸を開けると足元にすり寄りながら一緒に外へ出ます。畑へ行く日も洗濯物を干す日も薪を運ぶ日もタマはいつも少し後ろをちょこちょことついてきました。夕方になればいろりのそばで丸くなり、おばあちゃんの声を聞きながらうとうと眠るのです。話しかける相手が人ではなくても心が通うことはちゃんとあるのだと、そんなことをこの村の人たちは二人を見て知っていました。あの橋、今年は少し危ないかもしれないな。その年の冬は例年よりもずっと雪が多い年でした。夜の間に屋根の雪は分厚く積もり、橋の下を流れる沢は凍っては溶け、凍っては溶けを繰り返していました。村の人の中には、あの橋、今年は少し危ないかもしれないな、と気にする人もいました。けれど、大雪の暮らしでは、一つ一つを心配していたら、生活そのものが止まってしまいます。誰もがきっと大丈夫だろうと、そう思いながら毎日を過ごしていたのです。すぐ帰るからね。いい子で待ってるんだよ。そんなある朝、おばあちゃんはいつもより早く起きました。数日前から膝の痛みが強くなっていたのです。夜になると少し息苦しさもありました。今日は見てもらわないとね。そう小さくつぶやいて厚手の上着を着て毛糸の手袋をはめました。タマはいつものように玄関に座り、じっとおばあちゃんを見上げています。すぐ帰るからね。いい子で待ってるんだよ。そう言っても、その日はなぜか、タマは家に残ろうとしませんでした。
白く静まり返った道を、おばあちゃんとタマは、ゆっくり歩いていきました。雪を踏む音だけが、キュッキュッと響きます。吐く息は白く、山の空気は、頬が痛いほど冷たく澄んでいました。けれど、おばあちゃんの足元には、ぴたりと寄り添うように、小さな命がついています。その背中を見ていると、不思議と一人ではない気がするのでした。たまや。お願いやからどいておくれ。おばあちゃん、行かなあかんのや。やがて、あの古い木の橋が見えてきました。いつもなら、何も考えずに渡る場所です。けれど、おばあちゃんが橋に足をかけようとした。その瞬間でした。タマが突然前へ飛び出したのです。そして、橋の入り口を塞ぐように、雪の上へばたりと寝転びました。タマ、おばあちゃんは思わず足を止めました。どうしたの？そこ、どいてごらん。けれどタマは、まるで何かに怯えるように、低く泣きながら、じっと橋の方を見つめていたのです。もう、今日は急いでるんだよ。おばあちゃんは、最初は少し笑っていました。もう、今日は急いでるんだよ。そう言って、抱き上げようとします。けれど、タマはするりと抜けて、また同じ場所へ戻り、ぴたりと横たわるのです。一度、二度、三度、何度やっても、タマはそこを離れませんでした。その様子は甘えているようには見えません。まるで、言っちゃダメだと、必死で伝えているようでした。その時、おばあちゃんの胸に、小さな違和感がよぎりました。タマが、ここまで必死になることなんて、今まで一度もなかったのです。雪の音も、風の音も、なぜかその瞬間だけ、しんと遠のいたように感じました。おばあちゃんは、橋の手前で立ち止まり、そっと杖を伸ばしました。そして、橋の板を、コンと軽くついてみたのです。たま次の瞬間、バキッ、凍りついた空気を裂くような、鋭い音が響きました。橋の板が雪の下でひび割れたのです。そして、わずかに傾いたかと思うと、どさっ、ガラガラ、橋の片側が、そのまま崩れ落ちていきました。欄干も、板も、雪も、砕けた氷も、すべてが一緒に、下の沢へと飲み込まれていきます。もし、あと一歩早く踏み出していたら、おばあちゃんは、間違いなく、あの中へ落ちていたでしょう。おばあちゃんは、その場にへたり込みました。手にした杖が、カタカタと震えています。声も出ません。ただ、目の前で起きたことが、信じられなかったのです。その時、タマが、そっと近づいてきて、おばあちゃんの膝に、前足をちょこんと乗せました。タマ、おばあちゃんは、震える手で、その小さな体を抱きしめました。たまや、わかっとっとんかい？あたしを止めてくれたんやね。あなた、わかってたのかい？白い雪の中で、おばあちゃんの声だけが、小さく震えていました。止めてくれたんだね。私を、タマは、何も言いません。ただ、いつものように、おばあちゃんの胸に顔をうずめていました。言葉がなくても、伝わる思いがある。それを、おばあちゃんは、あの日初めて、命で知ったのかもしれません。崩れる音を聞いて、近くの家から村の人たちが駆けつけました。そして、橋の様子を見た瞬間、誰もが息を飲みました。危なかった。あと少しだった。その中の一人が、タマを見て、ぽつりとつぶやきます。この子が、止めたのか。誰もが、信じられないような顔で、小さな猫を見つめていました。その日から、村の人たちは、おばあちゃんを一人で歩かせなくなりました。病院へ行く日には、車を出してくれる人がいました。買い物が必要な日は、ついでに買ってきてくれる人がいました。雪かきの日には、玄関先まで来てくれる人もいました。そして、タマの姿を見るたびに、みんなこう言うのです。村の守り猫だな。いや、
命の恩人や恩猫か、笑いながらも、その声には本当の感謝がこもっていました。春が近づく頃、村には新しい木の橋が架けられました。前よりも丈夫で、幅も少し広くなった立派な橋でした。その朝、おばあちゃんは玉を抱いて橋の前までやってきました。しばらく黙って見つめています。あの日のことをきっと思い出していたのでしょう。やがておばあちゃんはそっと玉を下ろしました。すると玉は新しい橋の上をとことこと先に歩いていきます。真ん中あたりまで行くと不意に振り返りました。まるでもう大丈夫だよ、そう言っているように、おばあちゃんは目を細めて笑いました。そうかい、じゃあ行こうか。小さな足音と杖の音が新しい橋の上に並んで響きます。あの日、おばあちゃんを救ったのは力の強い誰かではありませんでした。雪の中でたった一歩を止めた小さな家族。言葉はなくても命は思いを伝えられる。そう教えてくれたのは一匹の猫、タマだったのです。